はい、こんばんは、フェマールでございます。今日はですね、国道としては名高い157号線の温海峠っていうのかな、僕初めて行くんですけど、今日はなんか通れるみたいなんで、ちょっとそうだ温海峠行こうみたいな感じでちょっと軽いノリでやってまいりましたんで、よろしくお願いします。今現在はまだ2車線がありますけど、だから国道間はありません。ですけど、この先もうちょい行くと、冬季通行止めマークが出てますから、その先ぐらいがまあどう見ても通行困難区域じゃないかなと思います。この先道路幅狭し、こっから来た、こっからどうやらこの境目の潔さ始まります。国道の始まりでございます。でも多分そのうちまた広くしていくんじゃないかな。さっきのぶつ切れ具合見ると、この後ここも広くしていくもんだと思います。知らんけど、多分これ道作ってるんでしょうね、これね。だからまあ国道たる国道がなくなっていくんじゃないですかね。狭っ。ここヘアピンカーブ。まだこれぐらい国道ではない。でも対比線がないな。国道として考えたら国道かもしれませんけども、普通の一般道として考えたらまあこんなもんでしょうね。すごい、またヘアピンカーブ。でもまだ全然こんなもん落ちちゃって怪我もしない。でも対向車がいきなり来るとやばいから気をつけましょう。でもここほんと山やな。大野市熊野平家大学、まあまだのどかだね。この程度はここで落ちても単国ぐらいよ。なんかでも熊が出てきそうな雰囲気やな。大野市温海に入りました。温海峠の温海さん。温水と言ったら温水さんじゃないよ。全然この辺問題ないな。カットだねこれ。これぐらいならカットします。温海、なんか集落。集落があるんだ。もうまあなあ、みんなそれこそみんなどっか走れちゃうんだろうね。でもこれ退避所がないから嫌だな。いいけど、ちょっと対向車来たら相当バックせなあかんようなこともないか。とりあえずこの一番端っこにはなんだろう。おはようございます。ボルボス。昔じゃこんなことあったからね。ジャバだよ、ジャバ。ボルボなんでボルボ13が出てきたんや。だっていいじゃない。PC の背景ボルボ13のなんか買ったばっかりなんか。多いなって。それは俺がやったんや。かっこいいね、ボルボ13。
ここの橋ガードレールガードレールがない。テレビ出たらすここすごいな。危険危険危険。おお。なんていうことでしょう。めっちゃ苔が生えています。はい、おしまい。はいはい、車酔いなんてしません。ちょっとこの路面の悪さはなかなかないかな。まあちょっとここはいいな。いいな。感性がおかしいけど。これは酷な道なんだけど、僕の中の感性ではなんか冒険心のある国道ですね。なんやろ、危険ってんじゃなくて、なんだろう、この造形がなんか趣がありますね。廃道に対しての趣です。なんていうか、なんやろ、盆栽的な、ちょっとなんか何言ってるかわかんない。橋が2連チャン、2連橋、これすごい。なんか新しい。橋越えて橋越えて。ガードレールだけ新しいまただけで。あ、来た。ここの橋、新しい。新しい。新しい。先の話や。ただガードレールを変えるの誰じゃない。この次。でもガードレールがないからね、怖いかな。あ、またヘアピン。エンジョイ。景色楽しむ間もなくヘアピンか。だけど、広いからいいや。まあエンジョイ国道だな、これ。そんなに怖くはない。おー、峠のてっぺん。これ多分山登る人なんだろうね。じゃじゃーん、結構人いるな。すごい。今回ここの道路今走ってますけども、私あんまり前知識持たないでやってくるスタンスですから、これデータ的なことわかりません。なんかこの先に洗い越しがあるって聞いてるぐらいで、あまり詳しく分かってますね。でも全然広いじゃん。またヘアピンカーブが続きます。よいしょ。火が変だ。注いだってる。うわ。全然国道感ないじゃん。なんでこんなもんだった？消防は山が来て。国道もまあよく動画してますけど、動画で見てますけど、よく動画で国道とか出してますけど、まあちょっとあれは県道なんですけど、福井県道の方なんですけども、ちょっと前の動画であるんですけども、そこのなんだったかな、ちょっと上にリンク貼っておきますけども、そこの県道の方がよっぽど怖いですね。僕の一番国道県道の中ではあそこが一番怖いですね。全くと言ってほどカーブミラー、ガードレールがなくて、あと対比場がほとんどない。あるけどさ、あそこはあれが僕の中でナンバーワンだな。県道ですけどね。それに比べたらマイルドだな、今んとこは。なんかあるんかな。よいしょ。綺麗なもんだ。ガードレールこれ新しくしたんかな。ところどころ新しいから付け替えたんかな。
お、狭い。注意。これは洗い腰か、これが。これか。これ洗い腰。詰まってるだけか。これが洗い腰だね。今のが洗い腰みたいですね。要はね、車道が川になってるところですけど、今のはなんか橋があって詰まって流れてるのかなって一瞬思ったぐらいの洗い腰ですね。実際どっちなんだろう。やっぱちょっとこの辺から風情が出てきましたね、ようやく。そして左側ちょっと崖すごいよ。小僧さんちょっと左見てよ。崖どんな深い100メーターはあるそうです。小僧レーダーから言うと100メーターぐらいの崖。いや、300メーターぐらいあります。本当だよ。ハンバーガーで何個分よ。ハンバーガー300個分。そのもんか。違う。ハンバーガーが10万個分。分かった人コメントください。ハンバーガーが10万個分で何メートルなんでしょうかね。ここはノーマルな橋です。よいしょ。ちょっとまた広くなったね。もうすぐ冬季通行止め区間が終わるんで、ここ狭い。路肩が脆いから怖いね。おーっと落石。しかしこの道を越えて岐阜県抜けて町行こうという気にはあまりならないやろな、普通の人は。夜は来たくない。おっと、洗い腰発見。これが洗い腰。洗い腰なんけこれ。これってただ詰まってるだけじゃねえのか。この道路が川になってることを洗い腰って今のなんかな。あんなん下掘ってさ暗渠しまえばいいんじゃねえの。あれなんかな。いやほんと何も調べないで来てるんで、もう初見で来てる感じなんで、あれなのか。これこそ洗い腰や。これこそ完全なる洗い腰。川。おお、ちょっと後で止まりますね。これが有名なんだね、この道ね。これもだね。本当なんでこんなにしてるんだろう。これなんでこんななんだろうね。穴開けりゃいいだけの話じゃないの。いやなんかめんどくせえやん。でもまあそういうのを全く無視してるんでしょうね。もういいや、誰も通らねえからこんなもんここ通しまいよみたいな感じで。ここなんじゃこの切り通し。ここなんかかっこいいぞ。このショット。ここなんかこの橋といい。このショットは素晴らしい。この橋もまたなんとちっちゃいおむすび看板。
の一角すごくいい。はい、じゃあこちら今日のメインイベントの洗い越しの方を見てまいりたいと思います。まあ何箇所かあるうちの1箇所だけちょっと撮ってきますんでよろしくお願いします。ここは完全なる洗い越しですよね。もう本当に暗渠もなく山から来た水をこのまま潔く流れてってますね。ここから流れてきてずーっとで、川の部分だけはこうやってコンクリート化されてますね、やっぱりね。こんな感じですね。まあこれが多分ここの157号線で有名なものだと思うんですよ。で実際この国道部分狭いですけども、こんなに今の温海峠付近に関してはそれほどひどい国道とは僕はあんまり思ってないですね。で押したら死ぬっていう看板のところまでちょっと行けなかったんですけども、通行止めとかで。でまあ、今日はもうこれがメインでやってますけども、これを見るだけでもすごい今日の成果があったようなもんでございます。じゃあまあそんなところでね、今日はこれまででございますけども、157号線、本当はもうこの本当の国道の一部の一部でしかないとは思います。ただまあ今日のこの国道のメインイベント、これが見れただけでもよかったんで、まあ今日はこれでよしとしまして、今日は終わりにしたいと思います。ではおやすみなさいませ。ありがとうございました。